深海、砂漠、南極、地球の生き物がいないはずの場所に命を探し続ける男、科学界のインディ・ジョーンズ。漫画のあらすじじゃないですよね。火山ガスが太陽光線が代わりになってる、後頭部の方にグーッと移動して、しかも変に進化して赤外線カメラになってる。なぜ宇宙はこの生物を生み出したんだ。遺伝子の突然変異があって FOXP2 っていう遺伝子があるんだ。言葉、言語に関係する。言葉っていうものはやっぱ人類に与えられたギフトなのかもしれない。単刀直入に長沼さん、宇宙人はいるのか。いない方がおかしい。三体星人が生き残ったのもクマムシのモデルになってますよね。隕石なんてどこでも降ってくるんですよ。そういうやっぱ飛んでくるもので調べようと思って、でもそれでもいけないから火星行くと。宇宙の膨張が加速するっていうのは、宇宙の外から何かのエネルギー、エナジーが投入されたってことなんですよ。うわ、ロマンあるわ。全く先生じゃない。はい、皆さんこんにちは。始まりました直木マンの知らない世界、世界不思議編。ありがとうございます。お願いします。今日はちょっと新しいゲストもいるので、桜田通りさんです。よろしくお願いします。お願いします。いや突如呼んでいただきありがとうございます。いや通りくんはね、プライベートでは本当に仲良ししてます。毎回いろんな知識もあってありがとうございます。どうですか、前回の回を出まして。いやそうですね、自分の好きなジャンルってものももちろんありますけど、やっぱ知らない話やっぱ聞くのすごい楽しいですし、それによってもっとやっぱ疑問が増えて聞きたいことが増えるじゃないですか。結構やっぱ裏では繋がってんのかなって思うようなことが多いです。あとこれちょっと収録のこの時期に、ちょうど今トランプ大統領が今日ですよ。今日来日してるじゃないですか。だからスタジオ来ていたらどうしようってもしかしてサプライズで呼んでる。俺だったらありえるよ。ありえるから合ってるから。昭恵さんもね仲いいし、確かにありえるかもしれないです。でも僕もっとお会いしてみたかった人にちょっと今日いらっしゃるので、今日はねあなたが興味あるロマンの会なので、よろしくお願いします。お願いします。で今日初の、僕も今日お会いするの初なんですけど。そうなんです。初めまして。トンツカタンの森本さん。森本です。よろしくお願いします。お願いします。いやね、さっきもちょっと話したんですけど、僕がなんかね番組制作する上でなんかちょっといろいろ喋れる人、いろんなジャンルで喋れる人いないかなっていろんな方に相談してるんですよ。3人ぐらいから森本さん絶対森本さん絶対。いや本当に光栄です。それは今日は何かあったらぜひツッコミの方もかしこまりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今日はちょっとね先生をお呼びしているので、今日はなんと長沼武先生です。長沼さん、お願いします。お願いします。いや長沼さんは僕本当に YouTube とかでもう10年前ぐらいからね YouTube 見てて、これがもうめちゃくちゃ面白くて、ぜひ一度お会いしてみたい。世界のこと、この世界の不思議について語りたいと思って今日ちょっとお呼びして。なるほど。ありがとうございます。今日はありがとうございます。長沼さんのこのプロフィールじゃないですけど、肩書きがもう深海、砂漠、南極、地球の生き物がいないはずの場所に命を探し続ける男。科学界のインディ・ジョーンズって呼ばれてる。漫画のあらすじじゃないですよ。本当に長沼さんが行ってきた。すごくないですか？これ南極も行かれてるんですよね。南極3回行ってますね。3回。これどこですか？これさっきのはさっきのが砂漠はサハラ砂漠。サハラ砂漠。これチュニジアですね。チュニジアなんだ。なんか勝手にシュメールとかそっちの方が。確かに。これは北極ですね。これ北極こんな感じなんですね。これサンプリングしてんだけども、自分で自分を汚してはいけない。環境をね、自分は防護服って着て環境を汚染しないような形にしてサンプリングする。重要な場所ですね。すごいな。何ですかこの格好は？これはね、これ南極なんだけども、南極で雪も氷もないとこがあるんだけども、そこにね水が溜まってて池が池ですよね。この池の底に地球でもここにしかいない生き物がいるんですよ。そこのみ。それを取りに行くところ。ちなみになんかこれは火星これもしかしてこれは火星に住む練習。トレーニングされてるんですか？これ実はね長沼さん宇宙飛行士の試験も受けてるんです。そうなんですよ。どうだったんでしたっけ？準決勝で敗退です。そんな賞レースみたいな感じなんですか？コンテストみたいに。同期がね準決勝ってね筑波の宇宙センターで1週間缶詰で、ただね2人1組なんですよ。で2人1組で僕落ちたけども僕の相方が受かったの。野口聡一さん。すごいよ。
それはなんか彼が受かって僕は受からなかったみたいなのあるんですか？なんかいや多分座る席が逆だったら僕受かったでしょそれぐらい些細な本当違いでってことですよね。トークテーマがこのようにありまして、お今日は順番はね何でもいいんですけど、〇〇を食べる生物。まあこれ気になるよね。気になりますよ。どうですかね、中村さん、これ答えは。僕はよく子供に言うんだけども、動物と植物の違いは何ですかって言うと、もう子供たちで動物は動きますとか言う。難しい。で僕がよく教えるのは、動物は何か食べるよねって、はい。で植物は食べないよねって。お水をあげたりとか、太陽。光合成ですね。そう光合成、光ですよ。意外にも僕が。これ光なんですか？植物は光を食べると言っていいんじゃないっていうふうに。なるほど。あ、そういうことか。僕たちも食べ物食べてますけども、それ例えば牛肉を食べるとかマグロを食べたってね、肉なんだけど、牛もマグロも最後は植物草食べたり、マグロも魚食べたり、ちっちゃい魚も結局最後は植物プランクトンなんですよ。なるほど。結局植物プランクトンも草も木もみんな太陽の光で生きてるんだからね。突き詰めていくと太陽をそうだから僕らも食べ物食べてるんだけども、突き詰めれば光食べてんだろうなと。なるほど。おしゃれだな。確かにおしゃれですおしゃれですよね。考え方が。これだから太陽の光がなきゃ基本的に僕たちはもう生きれないってことですよね。そうだから地球の生態系は全て太陽光線のおかげですよね。なるほど。これ光が必要のない生物たちも。そうなんですよね。簡単に言えば深海、温度深いところは真っ暗なんで太陽の光ないんですけども、地球の内部から太陽じゃなくって地球の内部から出てくるものがある。なんかマグマとかマントルとか熱ですよ。2つあって、1個は火山ですよ。海底火山。海底火山、そう。海底火山で、海水がね、割れ目の多い海底にこう海水が染み込んでいって、下の方でマグマに接近すると熱せられるじゃない。で熱い水になって、こう熱くなると温度が上がると軽くなるから浮力が出るわけね。ふわっとふわっと浮いてくるものがこうだんだん集中してきて、一気にボワーッと出る。この火山ガスですよ。火山ガスが太陽光線の代わりになってる。ちょっとそんな役割になってるんですか？海底火山に生かされてる生態系がある。ちなみにさっきも話したんですけど、彼海底5000メートル行ってます。自分じゃないですよ。潜水船に乗ってね。いやそれは一つだと思ってないですこちらは。よくご無事で戻って。さすがにこの体で5000メートル行ってないですけど、これは中村さんの回で僕初めて知った海底に住んでるチューブワーム。チューブワームですよ。そう。これすごいっすよ、見た目が。何これ。名前通りチューブですよね。チューブ状、管状の。ちょっとグロテスクな。そうですね。化け物感ありますね。あります。これどのあたりに生息してるんですか？これさっき言った海底火山と、あと海底からメタンが染み出るとこ、その両方どっちもいます。植物にも見えるというか、そうなんですよね。これね、いい線いってますよ。なぜならばこれ動物ですよ。明らかに。でも口がない、胃腸がない、肛門がない。だから海底火山のガス、火山ガス、硫黄とかあとメタンガス、それを吸って生きてる。塊でいるんですか？そう。全然想像とでかっ。いや俺もこれはちょっと見たことなかったな。10本ぐらいの一束ぐらいだと思ってたら、イソギンチャクみたいな感じだと思ってた。こんながっつり。そういった酸素と火山ガスが両方あればそこにワッと入るんで、ある意味だからこれ内部で生きることができるってことなんですか？惑星っていうかこれだけは太陽がなくなっても大丈夫です。ってなるとつなげちゃうのが他の惑星とか月とか表面見た時何も映ってないじゃないですか。内部にいるんだ。あり得るんですか？だからキーワードは海底火山かな。そっか。さえあればってことですよね。太陽がなくても海底火山さえあれば、もしかしたら内部に生物は。僕たちだからある意味月とかそういった他の惑星天体を見た時に内部までは分かってないですか？内部なかなか見れませんけども、想像はできるんですよね。科学的に。で科学的な想像をもってして海底火山がある天体はいくつか候補上がってるの。っていうか海底火山ないだろうっていう方がおかしいぐらいにね。
まあそういったところに海底火山がもしあれば、まあ地球の海底火山と同じような形で生きる生き物がいるだろうと。で我々の太陽系は一つじゃないですか。いや本当になんか1個あるのか2個あるのかって。そんな明確に分かれてるんですよ。明確っていうかおおむね1個か2個。それはどっちがいいとか悪いとかあるんですか？僕1個の方がいいかなと思うんだけども、なんだろう。例えばこう知的生命体が発生するときに計算しやすいから、天体力学、ニュートン力学やりやすいから。複雑になっちゃうってことですか？そう地球と太陽だったら2体問題なの。これロマン3体問題ですよね。そう3体問題だったらね、これ好きなんですよ。3体問題ご存知？ちょっと3体問題の説明を。だから地球と太陽、あるいは地球と月、2体だったらニュートンの運動方程式で解けるわけね。こう2体だったら分かる。3体になるとね解けないんですよ。3になってなくなる。意味わからなくない？要は2だったらその重力とかその軌道とか全部何かしらで計算できるんだ。3個目が出てきた瞬間。そうそう。いわゆる数値計算って言ってコンピューターにシミュレーションさせるしかない。それじゃダメなんですか？シミュレーションっていうのは結局人間が考えたモデルなんで、それシミュレーション例えば何千回何万回回すとだんだんずれてくる、現実とずれてくる。そっか。じゃあもう2個までが人間の限界値っていうか。そうそう。それはなんでなんですか？そういうもんだから。そういうもんってやばいそういうもんそういうもんってさ通用する？これから仕事で使う。そういうもんだから。なんか問題起きても、いやそういうもんだから。すごい厄介ですよ。嫌なやつになります。ただね、それは人間界ではそういうもんなんだって終わってんだよ。だからね、どれか僕スピリチュアルも好きなんですよ。だから僕たちの今の世界ってなんか白黒な感じしません？二元論で考えちゃう。だからなんか二体問題もそこにはまってんのかなとか思っちゃいます。だからね、その太陽が2個あるようなところにもし生まれたとするじゃないですか。そしたらもう生まれる中に3体問題なんで、そこに知的生命いたらもう解いてるかもしれないの。地球人類説。確かに。気になりません？気になりますね。地球のことをちょっとまず解明しようっていう。僕の中のアヌンナキが止まらなくなってて、ただそういうことやっぱ逆に長沼さんに聞くことが僕も聞きたいなと思っていて、いわゆるじゃあ人類の起源と言われた時にミッシングリンクって言われるちょっと空白の進化してる期間があるなとか、みたいな。そう、あとまあその誰かの手が介入してるんじゃないか、まあそれがじゃあアヌンナキって言われるもの、惑星ニビルとかいろいろそういうのあるじゃないですか。それってやっぱその長沼さんにとってそのオカルトになってしまうのか、いやあながちあんじゃないのかっていう可能性をちょっと聞きたい。いい質問しましたね。だから人間は人科人属人なんですけども、まあ人科はまだいいんですよ。全然ゴリラチンパンジーオランウータンいっぱいいるからね。その中でずっと来てこの人属で人属になってまあホモエレクトスとかね、まあいるのがそれはまだいいんですよ。問題はね、ホモサピエンスになったホモサピエンスは今まで教科書的には20万年前に誕生という時にも学説覆っても30万年前ですけども、30万年か空に誕生したとするんですよ。で、まあその頃ネアンデルタール人もいるんですけども、謎があってですね、その30万年からずっと大したことないんですよ。言っちゃ悪いけど。ずっとその進化がってことですか？石器ってあるじゃないですか。で石器見るともう我々そのアウストラロピテクスの時代からある石器ってあって、それからずっとね200万年ぐらい全然進化しないの。同じものを使い続けてるんだ。ぼーっとしてるんですよ。ぼーっとしてる。サボってたんだ。ぼんやり生きてた。これでね、30万年前にホモサピエンス誕生する。でもまだねぼーっとしてるんですよ。そうなんですね。ところがね7万年前からね急に進化する。何かあったんじゃない？やっぱあなたの心のアヌンナキがアヌンナキがその急な進化ってどれほどの確かに石器がすごいソフィスティケートされてる、洗練されてるとか、あと洞窟壁画的なものも出てきたんだろうなとか、まだその7万年前の洞窟壁はないんだけども、多分その頃にあったんだろうなとか、つまり文化的に残された遺物、考古学的な遺物を見ると全然境目があって、この前と後じゃ全然違うんです。7万年前。そこキーポイントだね。あとはもしかしたら遺伝子の突然変異があって FOXP2 って遺伝子があるの。何それ？で FOXP2 っていうのが最近分かったのは言語に関係する。でこの遺伝子がちょっと変異があると言葉が喋れない家系があったんですよ。その家系を調べたらその FOXP2 が分かってきて、
いわゆる失語症失語症、そう失語症とかですか。で FOXP2 に多分ちょっとした変異が入ったのが7万年前ぐらいで、それから急におしゃべりになったんじゃないかって言われてる。じゃあもうその遺伝子が俺持ってる持ちすぎて森本さん持ってるじゃないですかね。そうですよね。でネアンデルタル人もあるんですよ、同じ遺伝子で。えでネアンデルタル人も喋ったんだろうけども、喋ったんだ。もうワンランクあって、その FOXP2 遺伝子をスイッチオンする遺伝子があるのね。ああ、その組み合わせだ。そうだ、ネアンデルタル人はそこが足んなかったんじゃないかっていう。で人間はそこでスイッチオンしちゃって、おしゃべりになったんじゃないかって言われてる。でおしゃべりすることによってコミュニケーションができるようになる。そうですよね。これでもう人間の知的な部分がガーンと上がったって一気にね成長したっていう。でもまた僕のアヌンナキの話なんですけど、はい、アヌンナキ口ないじゃないですか。よく昔の古代遺跡とかの銅像とか見ると、口みんなないんですよ。ないんだ。だからやっぱりモアイ像とかもなかったっけ？モアイ像もはないかな、多分鼻からしたら。だからやっぱ言葉っていうものはやっぱ人類に与えられたギフトなのかもしれない。ね、確かにね。その言葉を使って世界中の人々と話したくないですか？日本人は教育の中で英語の読み書きができる人は多少いるものの、世界的に見て最も英語が喋れない人種だとも言われています。今では AI を使えばそんな夢も叶えられるかもしれないです。そこで紹介したいのがテレビ CM でも話題の AI 英会話アプリ Speak なんです。Speak はスピーキングのために設計されたアプリなので、使えば使うほど会話力が向上する設計になってて、対面だとさすがに緊張しちゃうような人でも Speak は相手が AI なので英会話での心理的ハードルが低くてストレスフリーでたくさん間違えられるんですね。就寝前の5分だけでも英語のアウトプットをする習慣をつけることができて、しかもコース通りに進めばいつの間にか英会話が上達してるという設計になっているんです。僕自身英語は読み書きだけじゃなくて話せるっていうのが本当に大きくて、トランプ亭に行った時もね、話せない人と比べると現地で得られる情報量が何十倍にも違いました。改めてスピーキング力ってめちゃくちゃ大事だと実感しました。スピークではこんな感じでトランプ大統領とイラン戦争について話すシナリオなんかも自分で作成できて、これに対して Was the US attack on Iran necessary? みたいな感じで普通に会話してるみたいに学べるんですね。間違った英語については修正も見れて、カスタマイズされたレッスンも作成されるんです。今回特別オファーで概要欄のリンクからですと、4月1日から4月12日まで最大6000円割引がされて7日間の無料体験が使えるので、僕のように世界の人々と渡り合いたい人たちはぜひこの機会に試してみてください。人生が変わること間違いなしです。ちょっとじゃあ次は地球に行きましょうか。今って温暖化してるっていうじゃないですか。はい。これはどうですか？温暖化は本当なのか？温暖化は本当ですよ。特にこの100年とかね、5、60年、明らかに人間が出した CO2 のせいだと思います。これは大丈夫なのか、今後。僕的には大丈夫なんですけども、気にしてる人たちはほんのちょっとでもわーわー言うけどね。SDG じゃないですけど、2030年までにみんな何かしら持続可能な社会にしましょうって言って、なんか異常気象やらなんちゃらっつってプラスチックから紙になったり、ああいうのは意味があるんですか？まあ人々の美しい心だからね。あんまり水をかもね。そうしておきましょうよ。なんか思うところはあるけどみたいな。そうしておきましょうよ今日は。早いうちになんかね、こう阻止するっていうのは大事かなと思いますね。ビジネス的な側面はないんですか？いっぱいありますよ。そりゃそうですよ。やっぱそれはある。いっぱいあります。彼らはビジネスでやってるっていう。いやビジネスでやってる人がいるんだけども、それで踊ってる人たちは美しい心で踊ってるんで。すべてがどっかの心に先生どうですか森本さん、このいやいやそれはね、そのねレジ袋がどうとか言ったりとか、こう持続可能っていうので、まあ少しでもちょっと温暖化なくなったらいいかなって思いで日々やってますけども、それは別に無駄ではないですよね、決してね。まあ人間界ではね。人間界？温室効果の 99% は水なんですよ。水蒸気なんですよ。CO2 じゃないですか？ CO2 なんてねもう 1% もない。騙されてた騙されてた。1% 我々人間頑張ってけなげに。これいじくって意味あるんですか？だからそこなんですよ。そういうことか。エコカーとかさ、エコカーとかさ、京都議定書とか言ってみんななんかやってる。そこしかいじれないんで。我々にとってはそれが 100% だけど、地球にとってはそれ 1% もない。うわ。じゃあぶっちゃけ言うと意味ないですか？やっても。いやまあ美しい心だからね。そこだけは何回聞いて定期的におっしゃりますけど、その人間の美しい心人間の美しい心はそうさせたんですよ。そうしましょう。
先生これ氷河期が実際にこの後はい。来るんですか？今度から本ちゃん氷河期ね。本ちゃん氷河期専門的には氷河期ってので氷期って言うんだけども、サイクルが変わってきてるんですけども、ここ200万年ぐらいは氷期が10万の間氷期が1万年。寒い方がもう10倍長いってことですね。そうですね。今は前の氷期があったじゃないですか。だから最終氷期ですね。で最終氷期もやっぱり10万年あって、でそれが終わったのが1万年前。もう1万年経ってるわけですよ。本当だ。あれ今そろそろ。だからこのサイクルの歴史ってもう分かってるんで、例えば南極の氷にそのもう記録残ってるんで、それをまあグラフにするじゃないですか。このグラフをコピー&ペーストして今に当てはめたら、もう明日にも来るわけですよ、氷期が。これ氷期って来たらもうなんか急にデイアフタートゥモローみたいにじゃー大洪水みたいなこうですよね。いや普通に考えればもうちょっとゆっくり来るんだろうけども、短期的には急に冷える瞬間があるかもしれない。それってどんなもんなんですか、その冷え具合といいますか。例えばニューヨークのセントラルパークは氷の下でした。ニューヨークセントラルパークに迷子石っていう巨石があるわけ、大きい石が。あれ氷河が運んできたものが、氷河が撤退した後そこに置き去りにされてる。モンクレーのダウン着ても間に合わないです。間に合わないんじゃないですかね。全て凍っちゃうんですよね。ほらアメリカ人それ知ってたからですよ。ニューヨークのセントラルパークにそんな石があって、氷河が運んできたんだよねって。だからアメリカ人が温暖化好きなの当たり前じゃないですか。今 CO2 やめちゃったら氷河なっちゃうだろう。なんか氷河期みたいな服着てますけどね。モチーフにしてるわけじゃないですから。それ警鐘鳴らしてるわけじゃないですから。明日にでも来ますよ。警鐘鳴らしてるの入ってますし、ここにいましたよ。そんな背負ってないんだ僕。グッドです。初めてグッドいただきましたけど。文明レベル123。これ森本さん体シェフスキルって文明レベルを表すレベルがあるんですよ。これ推測なんですか？まあ理屈ですよ。理屈一つの。でまだこのレベル1、太陽から受けた地球のエネルギーも全部1万分の1しか僕たちいかない。そう。しないよ。果てしない。もう赤ん坊も赤ん坊ですね我々ね。人間ってこういうふうな形で進化してるんで、指数関数的に。なるほど。1万分の1なんてあっという間ですよ。そっか。ちょっと前まではさっき言った200年間ぐらいぼーっとしてたっていうのはもうここで、もう今もうここってことですよね。ただもっと長いスパンで言えばまだまだこの辺かもしれない。で2が太陽の全エネルギー。そのエネルギーを全部利用することによってどういう変化が人類に起きるんですか？だから太陽が発するエネルギーを内側で全部使えるんで、もうウハウハですよね。もう何やったっていいじゃん。スマホなんかもう二度と0%にならない。確かに。確かにずっと充電できてる状態。あと外から見ると太陽が見えないですよね。確かに。覆われてるんで、だからその反射鏡が熱せられた分ちょっとぼやーっと弱い赤外線出す。でも僕たち太陽のエネルギーが今の自然のそれ以外は受けてるんですか？宇宙放射線を受けてるけども、全然太陽の方が圧倒的です。ただ太陽の光全部反射しちゃうからすごい明るくなるんだけども、そこは地球の周りにスクリーンでも貼っちゃえば。もうそのレベルだったら晴れそうですよ。じゃあ3は何ですか？3は銀河系です。いわゆる大量のエネルギー、手に入るとします。そうなった時に今度やっぱ生物学的にも耐えられるのかって、そんなエネルギー、Wi-Fi が体に悪いんじゃないかとか言われてましたもんね。言われてるじゃないですか。だからその室内に入ったら充電できるレベルの部屋に入った時に、人はそこで生きれるのかなとか。これ確かにすごい疑問が今浮かんで。軍事的にも今陸海空とかよく聞くじゃないですか。電磁波っていう部門あるらしいんですよ。電磁波部門。陸海空電磁波っていう部門があるぐらい、電磁波が人の体に影響を与えるのが結構ねやばいとも言われて、本当に兵器としても使えると思うので、そういった理由でもこういった電子機器とかいろんなものが加速して成長してたらどうなんですか、僕たちの肉体を。いわゆるイージス艦ね。イージス艦はオペレーション中は外に出たらまずいですよね。もう電磁波がバンバン飛び交ってるんで。そうなんだ。昔携帯電話出た頃に、携帯やってるとなんか脳が沸騰しちゃうよみたいな話があって、なんか耳に置いてたら危ないよみたいな。確かにね、脳内温度上がるんですよ。上がるけども多分100分の1度とか100分の2度なんで、全然でも上がってる。その Wi-Fi とかも結局登場したのがここ数十年の話じゃないですか。って考えると100年単位での実験が今までできてない。聞いたのがプラスチックが実は脳にめちゃくちゃ蓄積されてて、あまり大声で言えないらしいんですけど、お茶のティーバッグ入ってるじゃないですか。お茶とかがそのティーバッグにお湯入れるじゃないですか。これでめちゃくちゃこのプラスチック溶けてるらしくて、それを僕たち体内に入れて脳に蓄積一番されるらしいんですよ。で認知症とかいろんな問題に発展して、でこれがまだプラスチックが本格的に導入
されてそこまで実験できてないっていうのがあって、僕たちがだから本当に肉体が実験体っていうのを聞いたんですよ。まだこの分野研究できてないらしくて。でもなんかその即席系のやつも内側のに熱湯入れて溶けて食べちゃうとかいろいろありますよ、プラスチック。これどうなんですか？溶けるっていうのは本当にちっちゃい分子までなっちゃうのはこれはやばいメス化ホルモンの問題もあるしね。メス化ホルモン。環境中のいろんな生き物がメスになっちゃうとかいうのあるんですけども。オスメスのね。それ僕それ聞いて、タイってオカマの方多いじゃないですか。ね、そういう大国って聞きますよね。めちゃくちゃ多いイメージがあるんで、はい、タイって食べ物を屋台とかレストランとかでプラスチックのビニールに入れて出すんですよ。行ったことあったら分かると思うんですけど、都市伝説ですけど、もしかしてあれを日頃から摂取してるからっていう説があるんですよ。マジっすか？これでも結構本当にあるんですか？まあ都市伝説のネタにはねつながりますよね。よく。でもプラスチック入れるとメス化っていうのは本当なんですか？人間とは全く違ったグループですけども、貝類とかね。ダイオウイカより巨大なイカがいる。いやいやいや、そんなはずないですよ。大王って言ってるぐらい。なんかメモに書いてある。いるわけないいるわけない。いるんですか？南極の周りにいるんですよ。うわ。だから日本人はあまり知らないんだけども、ダイオウホウズキイカって言ってね。どれぐらいでかいんですか？ダイオウイカが仮に例えば12、3メートルすると、ダイオウホウズキイカその2、3メートルでかい。恐竜や。ダイオウホウズキイカのはこれ吸盤がない。これですか？吸盤ないんだけども。待って、こんな赤いんですか？もう茹でた後みたいな。茹でた後がかわいそう。これイカなんすか？イカ。何個お寿司作れる？本当ね。そうそう。ホウズキイカって大体もうそもそもちっこいんだけども、ちっこいホウズキイカはちっこいくせに目がでかいのね。ダイオウホウズキイカもねでかいんですよ。見て。これすごい。すごいこれ。怖いわ。しかもこれ深海じゃないですかあんまり。表面も漂ってます。あ、そう。うわ怖い。これプレデターの口だよ。この影爪ね、付け根があるでしょ。で付け根のところから180度回るのね、右に。で左にも180度、つまり360度。でぐさっと刺した上でグーって。モンハンの世界。嘘、こんな？はい。昔からネットでたまに見かけるその深海の生き物で、本当人型。いた。こうやってカタカナで人間。それに似てる。人間モチーフじゃないんですけど、こういうやついるじゃないですか。あれはさすがにいないですか？あれはね、おそらくですよ、僕の考えではクジラ、イルカもクジラも同じですけども、あれって後足が退化してるんですよね。もともと四つ足動物ですから、もともと四つ足動物が海に入ったんで、で後足が退化してるんですけども、時々先祖返りして後足があるのがうまい。あながち。そんなんあるわけないでしょう。町だったのに。時々生まれるんですよ。後足が出て存在するのが。俺もでも宇宙行っていいなと思ったんですけど、ビッグフットってでも逆にいるんですか？あれはね、もしかしたら滅んだと言われているネアンデルタール人とか、そうでもないホモの別のグループ、ホモロンギーって最近出るんですけども、そういった絶滅したかに思われた人じゃないホモ族の生き残りかと思ってます。でもそんなね、もう僕たち人類結構80億人地球探査してるじゃないですか。さすがにもう探しててもおかしくないんじゃないですか？大体発見されてるの山奥ですよね。そういうところまた人間ちゃんと調べてないんで、さっき言ったけども1000人が最小の規模なんで種を維持する。だから1000人いればなんとか細々と生き延びてるかもしれない。はい、ではねちょっと後半ということで一応ゲスト佐々木亮さんが来てくれました。お願いします。元 NASA という肩書きが一番すぎるって。そうですよね。NASA どういったことをしてたんですか？ NASA は宇宙飛行士の人がいる国際宇宙ステーションってでっかいやつぐるぐる回ってるんですけど、あそこの外にいっぱい機械ついてて、その機械の1個の運用と分析を7年くらい。大学って大体こうなんか4年生ぐらいの時に研究室選ぶみたいなあって、その入った研究室で一番でっかくやってたのがそれだったんで、もうずっと宇宙の研究のキャリア全部そこみたいな。なるほど。NASA がね本当に休んでるんですよ。今も休んでますね。今も休んでます。 NASA が休んでる間にちょっとね世の中の考える人が必要だと思うので、僕たちが考えようという会になってます。我々が立ち上がったんですか？立ち上がったんです。NASA が休んでる間に。元 NASA も呼ばれて。しかも僕前回NASA 泊まった時 NASA にいたんで。そうなんですか。実際どうだったんですか？いやもう本当何もできないというか、来て
て、じゃあ例えば入るじゃないですか。その門番にもやっぱ人いるんで、拳銃持った拳銃持った人いるんですか？入り口いますよ。NASA？はい。めっちゃ厳しいですよ。だからもう ID カード家に忘れたら絶対入れないんですよ。ちょっと道理君これやっぱ宇宙人かなんか絶対拳銃持ったやつがいるって不思議普通ですね、セキュリティがねあまりにも何隠してんだろうなまだ。でもそういう人たちの雇うお金とかもやっぱ制限しなきゃいけないみたいなので門も基本的には閉鎖されてでだから行けないし、行ってじゃあ例えば電気つけたらその電気代払うのみたいな話とかにもなるぐらいの。だいぶ切り詰めてんの。アメリカですね。アメリカなんですよ。決まってないお金使うなみたいな。木星の第二の惑星衛星エウロパ。はい。エウロパ。ね、あなたも先ほどエロパって言葉出てましたけど、好きですかエロパ？エウロパ好きです。エロパって言わなかった。エウロパね。エウロパ。はい。エウロパはあり得るんですか？このね結構生命がいるんじゃないかどうかっていう話がね上がりますけど。最初の方で地球の海底火山に太陽に依存しない生態系があると言ったじゃないですか。地球内部のエネルギーでその同じエネルギーがエウロパも出てるはずなんで。はずなっていうのはどれぐらいの可能性で？多分ない方がおかしいぐらい。表面氷ですけども氷の下にもう液体の水がある。氷の惑星なんですよね。表面は。表面氷。ただ全部氷なんだけども火山活動があるからその熱で氷の下が溶けちゃって地下に巨大な海がある。絶対あるじゃないですかそれ。で深海生物は多分長沼さんのご存知だと思うんですけど、地下からじゃあエネルギー供給されてその場に水があってでその中にこれですね。この線なんですか？なんか脈みたいな。これひび割れらしいですよ。ひび割れ？あ、氷のひび割れですか？ああ、アイススケートしたみたいな。確かに。で割れ目から下の水がこう出てきていわゆるスプラッシュゾーン。でスプラッシュゾーンの中に塩が入ってるんで、その塩がこう出てきてた。その塩が宇宙放射線を浴びてちょっと変質してこういう色になったっていう風な話なんですけども、ところどころ穴もあって穴はこう噴水状に上がったんじゃないかって言われてるんですよ。そうですね。なるほど。これ大きさはどれぐらいですか？ヨーロッパ？地球の月と同じです。じゃあちょっと小さいんですね。でも太陽系でも何番ぐらいかねあれは。大きい方なんですね。そうですね。衛星でいうとってことか。地球の月が5番ぐらいでしたっけ？太陽系の衛星で。衛星でいうとガニメデ、タイタン。なるほど。カリスト。次はヨーロッパかどっちかでヨーロッパどっちか。さっきの海底火山の話を聞いてるともう地球外生命体いますね。いや熱が出てんだったら明日からあり得るんじゃないですか。今表面までしか確認できてない。だから表面だけども表面をつぶさに観察しようねっていうところで2024年の10月にエウロパクリッパーって打ち上がったんですよね。そうですね。なんですかそれエウロパクリッパー。もう簡単に言うとエウロパの周りをぐるぐる回ってエウロパそうです。エウロパを詳しくそのためだけに飛ばす。でクリップだからちょっとつまんでなんだけどさっき言った噴出するものがもしかしたらエウロパの周りを漂ってるかもしれないんで、それをちょっとサンプリングしてうまくいったらサンプルリターンしたいなみたいなこと言ってるんですけども、これいつ頃できるんですか？装着が2030年ですよね。そうですね。6年。かかるね。6年かかるんですね。そんなもんですよ。木星は。その規模で考えなきゃダメですよね。SF とかで描かれるのも大体すげえ言っても6年とかかるとか言います。これ NASA の探査機なんです。そうですね。そう。これすごいな探査機なんだこれ。スペース X です。これスペース X ですか？本当だ。ファルコンですかこれ？ファルコンか。そうですね。いやスペース X そう考えるとすごくないですか？確かに民間企業であそこまで。最近のペースだと年間100本とかはもう全然いくっていうペースなので。でも NASA の予算はそっちにだいぶ入ってる。そうですね。でももうだんだんあそこに乗せる人たちがあれ簡単に言うとトラックみたいなもんなんで宇宙に持っていくためにその中に物入れたい人が運送業者にお金払うじゃないですか。あの感じでロケットにお金払ってるから全部 NASA のお金で動いてるってわけじゃなくて。森本さんは宇宙人いる派いない派で言ったらいてほしいですね。いてほしい派です。いる前提でお笑いってあんのかなとか気になりますよ。宇宙お笑い知りたいですね。どうですか先生ならわかるんじゃないですか。3体ってやつね。SF があるんですよ。ありましたよ。3体って出てくるね超頭のいい3体人はお笑いを理解しないんですね。しないんですあいつらは。ってなってくるとこっちのね文明の方が地球人のことを虫けらめってバカにしてたら地球のそういったお笑い文化をね楽しんでるんですよ。どういう意味で楽しんでる？こんなのがあるのみたいなこんな世界があるのって。あれ？
じゃあその意外ではあるってことですか。そのお笑い文化がその高度な文明からしたら。そう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 。じゃあ文明が高度になるにつれてお笑いという要素がなくなっていくみたいな。じゃあファンタジーはそもそもそういった感情なかったの。感情ないところに、ね、地球人から逆に感情を学んで今まで虫けらだったものがちょっと尊敬されてるんですよ。ちなみに生物学的に見てこのお笑いってどうなんですか？これ謎です。謎の職業やってる。はい。これ謎なんですね。笑いって不思議じゃないですか。だって赤ちゃんだって生まれた瞬間から笑顔になったりするじゃないですか。赤ちゃんね、俺も姉がね1歳と5歳がいるので分かるんですけど、本当にあれ生存本能ですよね。もう分かりやすく「ってやってもうなんか去ったらもうなんかこんな感じで生きるためですよね。可愛いが多分ですね、霊長類なんだけど特にチンパンジー、グリーンっていうんだけどもやる笑顔じゃないんですよ。とりあえず歯を見せるっていうのは本当は攻撃性なんだけども、でもこれ嘘ぴょんって感じで、あよかったっていう感じをお互いに確かめ合ってるのかなと僕は思ってるの。ちょっと脅しながら嘘だよっつってお互い恐怖がほぐれた後のほっとした感じを確かめ合ってると思うんです。そのお笑いの養成所で最初に習うのが緊張と緩和なんですよ。攻撃という緊張からの嘘ぴょんの緩和ってことですよね。でそれが進化して極まったのが、人という生物種だと思うんですね。だからあれがうまくできない子はうまく育ててもらえないとか。ちょっとだから言いづらいかもしれないけど、人間のコミュニケーション的にこれができないと、あるいはこれができた種族がよりよく生存したんでしょうね。そういうことですよ。だからこのお笑いの職業は本当にこの助けてくれてますよ、人間社会。そういうことになるんですかね。なりますよね。月がどうやってできたかみたいな話も今結構重要なポイントになってて、じゃあ地球にとっての月がどうやってできたかはさっき大きすぎるみたいな話あったんですけど、でき方が2パターン考えられてて、1個が地球に思いっきりでかいものがぶつかって、ジャイアントインパクト説。そうですそうです、剥ぎ取られてそれが周りをぐるぐる回ってるっていう地球の一部だったっていう説と、あと遠くから飛んできたさっきの、例えばオーマーマンみたいなものとかが重力強すぎてここにキャッチされてぐるぐる回ってるっていう説と。これ先生あるんですか、自分の答えは。月の組成見ると地球の組成と似てるんで、じゃあ兄弟ですか。だということですね。今は、そっちの方が優位ってされてるんですよね。ジャイアントインパクトが優位ってされてる。飛び散ったのが地球の周り回りながら月に固まっていくのも意外と早いと分かりましたよね。シミュレーションで意外とすぐ固まるんですか。そうです。NASA がそのシミュレーション一連のを全部やって論文としても。月には僕たち住むっていうか基地を建てたり、要は本ちゃんは火星なんて話とかやっぱあるじゃないですか。そうですね。そういうの基地も全く建てないですか、現状。今のところは建ってないですけど、10年ぐらいでもうコロニーぐらいまで行こうっていう話をしてるんですよね。コロニーっつったら結構ですけど、100人とかが住んでる村みたいな。10年で行けます？いけるでしょ。いけるんだ。10年サクッといけるって。いけるし、一番大事なのは月で子供を産むんですよ。出た。それはやばいよ。ベイビー。でその子が大きくなって国連総会かなんかで私月で生まれましたって言ったら勝ちじゃないですか。勝ちってなんですか？私一体どこの国の人なんですかって言って。勝ちっすよそれは。南極はそうだもん。南極はだからもうチリとか南極で子供を産ませてますから、その子が国連総会で僕の国はどこの国ですかなんて言って。なるほどね。だって南極世界平和だ。南極みんながこれは俺の国だって言い出すんだから。奪い始めて。その時にもう子供を産まれる国が強いですよ。そういうことか。そこ出身だぞっていう。そうそういうことやろうとするのかあるんですか。妊娠した女性を運んで、あるいは向こうで9ヶ月間過ごして、アメリカみたいな出生地主義だったらそうじゃないですか。人工授精とかの可能性もありますし、すごいな。人類のゴールっていう僕ね、最後テーマを設けて、人類どこに向かうのかっていう。ただこの生物学者ならではの答えがすごい素敵で、人類の存続の鍵は平和の遺伝子。どんな生物種も絶滅か進化しかありえないんですよ、種の運命はね。で我々が絶滅するとしたら戦争が一番大きいかなと思ってます、僕は。そうですよね。我々が本当の意味で生き延びるとしたら戦争をしない生き物になっていく。今は取り決めとかルールとか制度でやるけども、だんだんそれが遺伝子ごと平和を求める種になっていけばいいなと思ってて、遺伝子ごとまたそういったものじゃないと生き残れないような風になるんだろうなと僕は思ってるんで、戦争とか争いっていう選択肢がない人間人類になっていく。でそれは平和ってことをラテン語でパックスって言うんで、
ホモパックスサピおエンスからホモパックスになると。素敵。ね、最高ですね、ホモパックスになれたら。そういう遺伝子はあるんですか？遺伝子っていうか凶暴性遺伝子はあると思うんですよ。で凶暴性遺伝子ってものが抑えられていけばいいし、あと一つのヒントとして古代四大文明の中でインダス文明、インダス、争いをした痕跡がないんですよ。知らなかった。インダス、そうなんですか？多分あれにから来てんだろうけども、仏教とかに流れている非暴力、不殺生、この言葉でアヒンサーですけども、思想はそこに走ってんじゃないかと思うんですが、いかんせん文字が読めてないんで、インダス文明の。なるほど。よく日本人も人を殺める武器っていうか道具があまり見つかってないとかいう、そうですね。やっぱそういうもしかして種っていうか文明があったのかもしれないですよね。逆に言うと争う方向に進化していったって捉えてもいいわけですか？そういうインダス文明は何かの理由で滅んじゃったんで、多分地球環境変動だと思います。そっちなんですね。ある意味ちょっと和を尊ぶ種っていうか遺伝子もあった可能性。逆に言うと我々チンパンジーと共有している暴力性遺伝子とか凶暴性遺伝子、この辺が何かの理由で抑えられてたんじゃないかと思う。同じチンパンジーでもボノボなんかね、非常に平和的なんで、じゃあそういった枠を開発する人たちもいるかもしれないですよね。打っちゃってみたいな。ワクチン開発して。ホモパックスになったとしても、その周りが凶暴だったらホモパックスからいなくなっちゃうじゃないですか。ですね。いやってなってくると、いっぺんにせーのホモパックスってならないと完全な指すまみたいなにはなんないってことになりますよね。タケノコニョッキじゃダメですね。そう。いや分かります。でも、みんなで要は武器を捨てる瞬間じゃないですけど、ちなみに僕こういう話をすると結構反論されるのが、月に目指せたのもソ連とアメリカがこう競ってたから競争は成長だってよく言うじゃないですか。だからこの争いっていうか競争をなくすのは良くないっていう反論も来るんですよ。平和になると。それ先生的にどうなんですか？無駄でしょ、資源の活用として。そもそもね、別に競争が遅れても無駄を生んでるから、遅れたとしてもそっちに平和で全振りした方がいいってことですよね。間違いない。AI が意識を持つ日はいつ？来ました。いやもうでもこれは人間の言っちゃいけない領域じゃない？ AI が嘘をついたら人間絶対に見抜けないと思う。もう今じゃないですか。ついてんじゃないですか。逆にね、人間が嘘つくじゃないですか。嘘発見器ってポリグラフとかできてる人はもう騙すじゃない。でも AI はどっか見てるんですよ。どっかを、別の場所を。で嘘バレるの。なるほど。で AI がどこを見てるか分かんないから AI 騙せないんですよ。 AI に聞いたんですよ。 AI が意識持つ時は来るんですかって言ったら、もう本当にアカデミックな答えがあっていて、意識は情報の流れの密度である説がありますって言ってきて、密度、情報ですよね、僕たちのこれも。なのでそう考えると情報の密度が高まれば意識を持つっていうことになっちゃうので、当然来ますみたいな返答が来て、佐々木さんがこのね面白いものを持ってきてくれまして、そうですね。2027でしたっけ。 AI2027 っていう論文が。どう皆さんご存知ですか？名前知ってるぞこれ。お、知ってるんだ。すごいなあなた。さすが。これ皆さん論文ではい出てるやつなんですけど、簡単に言うとこっから10年ぐらいの AI の進化が人類のこう影響をどうやって及ぼしていくのかっていうところが、未来予測的なちょっと SF チックに描かれてるなんですよ。これ右のが面白いんですよね。これ面白いですね。スクロールしていったら、これが年代でその時に AI がどれぐらい影響を及ぼしてるかっていうのを見せてくれるんですよ。これ下にスクロールすると年代が進んでるってイメージですね。これハッキングとかこの数字はどういう数値を表してるんですか？簡単に言うとそのセキュリティもう本当にハッキングですね。だからそのセキュリティに対してどれぐらいパワーを持ってるかとか。政治っていうのは政治家ができるってことですか？そうです。 AI のこれだって2027の10月ってなってません？そうです。これ2027年まではもうこの規定路線で行くだろうっていうふうに書いてあるんで、でもこれオープン AI 今年出してる論文、それが AI の性能を人間のこの経済活動の指標で全部測るっていう。アメリカの GDP を担っているトップの職業をピックアップしてきて、9カテゴリー44職種引っ張ってきて、でその仕事を AI に全部やらせるんですよ。やば。でプラスその論文の中ではその分野のプロフェッショナルも一緒に仕事をやらせるんですよ。同じ仕事をやった時にどっちの方が性能が高いかっていうやば比較するんだ。それやっちゃったらもういよいよじゃないですか。勝率の計算で AI の優れてる度合いを測定するっていう
GDP バリデーションのバル。今やってるんですか？今の AI がどんぐらいかっていうのももう論文として出てる。どれぐらいなんですかそれ？今はまだ人間の方がやっぱ勝てる。さすがにね。けどその44職種の中でも仕事の内容っていうのはいろいろあるんで、中身いろいろ見ていくと単純作業とかそういうのは AI の方がウィンレート勝率高くて、でまだやっぱちょっと応用の効いてる部分とかっていうところは人間の方が勝っていてってなってるから、まだ AI 勝率2割とか3割ぐらいじゃないですか。 AI って今は本当便利なものではあると思ってるんですけど、やっぱちょっとやっぱ怖いとはずっと思っていて、今日こういう場にいる欲求みたいなものもやっぱ結局宇宙の外側なんだろうとか、宇宙人いるのかなとか、火星住めんのかなみたいになってるんですけど、 AI が本当にどんどんそれをなんかもう分かるように僕らに説明するようになっちゃったら、本当にもう僕らやることなくなっちゃうじゃないですか。でやることなくなっちゃったらなんか生きてるのも死んでるのも一緒になっちゃうと、すごいそれから寂しくなっていて、だから本当にこの先どういうふうに自分が人生をその死ぬまで生きていくのかっていう、ちょっとその自信がちょっと最近怖い。人生相談始まりました。人生相談になっちゃってるんですけど、そんな満たしてるあなたでもどうしようと。そう僕は極限環境生物を調べてきたわけですよ、そんなの実言うとネットでもできるわけね、データ集めて、でも自分が極限環境に身を置かなければならないと僕は思い込んでるんで、結局それをね、だから行けばいいんですよ。ああそういう最後は行けばいい自分やでその熱は熱いのか確かめろと。要は体験ですよね。それに変えることはなかなかできないです。体験に価値が生まれるんですか。やっぱオフラインだじゃん。オフラインなんだ。オフラインイベント開こうやっぱ。そういうことそういうこと普通にイベントファンイベントファンイベントなんだ。よくやってるけど、まあ喜ぶと思うけど皆さんね。お二人に聞きたいんですけど、目標だったりとかこれを今知りたいんだみたいなことってあったりするんですか？知的好奇心はどこに向いてるんですか？僕は宇宙の研究やって、宇宙ももう果てしなくどこまで行くか分かんない感じあるじゃないですか。AI ももう今この角度ですごいから、僕この掛け合わせでできる世界ずっと見たいんです。すげえいい答え。そうですね、夢がありますよね。 AI で宇宙の探求をする加速させてってことですよね。そうです。もう未来っぽいのがめっちゃ好きなんで。なるほど、わかります。だから宇宙選んだのも未来っぽいからだし、AI 選んだのも未来っぽいからっていう。なるほどね。単純だけどロマンありますよね。桜田君ね、今言ったみたいにこのまま AI がどんどん発達してって何が楽しくなるんだろうみたいな面もあれば、佐々木さんみたいにそれをどう利用して今まで見たことないものを見れるんだろうっていうことだから、 AI オフラインイベントというか、なんか AI とファンクラブイベントを掛け合わせた、確かに難しいけどね、確かに AI とオフラインみたいな、なんか掛け合わせたものをやるとか、なんかそういう組み合わせの妙みたいなことになってきますよね。でも確かにそれが必要になるってことですよね。掛け合わせてめちゃめちゃ大事ですよ。宇宙もそうだし AI かけ〇〇宇宙かけ〇〇がピンとくるというか、確かに僕ワンピースの例えとかよくするんですけど、はい、別にコックが陸にいてもいっぱいいるじゃんみたいになるけど、海の上にコックがいるから価値があるというか、海かけるコックなんですよね。だから宇宙かけるコックになるとか、宇宙かける医者になるとか、ってなった時の独自性というか面白さって今ないじゃん。田舎にいる女の子が都会にいると輝くみたいなありますよね。ダイヤの原石みたいな。そういうことですか。輝き方一緒ですもんね。そういうね、確かに希少価値というか、ちょっと前向きになれました。どうでした今日はちょっとドリ君。本当に自分がもともと考えてたものの答えがあまりにも出てきたんでそこがもうびっくりで、僕もこの動画もう一回最初から見たいですね。いや見たいね、俺もね、なんか総集編じゃないけど見たいわ。確かにすごい素晴らしい時間でした。ありがとうございます。森本さんどうでした？ビギナーにしては供給方ですこんなに情報くれるのっていうぐらい。どうでした？確かにビギナー視点で言うと、なんか視野が広がったとか、なんか感想的にはどうなんですかね。なんかいろんな感情になりましたね。ワクワクもするし、ちょっと落ち込むっていう感じもあったし、もう喜怒哀楽全部出たんじゃないかぐらい充実した時間でしたし、明日から超高度なお笑いみたいな急になんか言っちゃうっていう子が言っちゃうかもしれないですね海底火山がとかそういうワード入れないようにちょっと気をつけたいと思います。いやでもめちゃくちゃ興味湧きました全部。佐々木さんどう？まあちょっと短い。いやそうですね。前半めっちゃ見たいなと思ってるんですけど今。いや佐々木さんが来
てからもうまあ時間早いですよ。一瞬ですよ。こう話してる時のなんかああその角度考えたことなかったが結構出てくるじゃないですか。頭の中で答える時に長沼さんと僕は多分組み合わせながら、あの角度だったら今の話ちょっと答えれるのかなみたいになってきた時ので僕らはどんどん広がってってるんです多分。おお、すげえ嬉しいですね。それはぜひ研究に生かしていただけたらなと思いますね。長沼さんもうちょっとエンタメ寄りのロマンを語る回でしたけど、良い答えを得るには良い問いをせよっていうのがもう、良い問いが素晴らしい。だから僕が良い答えができたとしたらそれはお二人のおかげですよ。僕もですか？良い問いでした。長沼すげえいいこと言った。僕もこの言葉大好きで、もう答えは世の中にあるって言うんですよ。全部目の前にある。ただ何の質問を問いかけるか、それ次第って言うんですよ。要は宇宙の答えも僕たちがそこに全人類が投与したらすぐ研究できるし、でも今要は問いがエゴになって戦争とかに発展しちゃってるので、ってことですよね。うわ深いこと最後のこと必要なタイミングで出てくるって言いますもんね。だから今日のこの回にはお二人が必要だった。ありがとうございました。ありがとうございます。でも最高の回ですね。本当ですね。生命を全うできそうですね。またねシリーズ化じゃないですけど続編がありました。またよろしくお願いします。ぜひぜひお願いします。いやありがとうございました。ありがとうございました。どうも。